さっきのまだかいな。はよせんかい。何事しとんやねんな。お待たせしまして。なんせ暦の仕事は金利差の仰せつけの毎年の御用でございまして、これが片付きませんことには他の仕事には手がつきませんので、何分手前どもが西国1円から江戸へ送る分まで一手に引き受けておりますので、遅いやないか。何本持ってきたんや。すんません、300です。あと200日の暮れまでに納めんと手間半分にするぞ。こんな金一つおやりになりますね。いや、こんなのとは違うなや。御前様はもっと古いものを言うておられたんだが、モヘという手代がこれておるというお話やったが、おらんのか。おい、久手様の声や。もへ起こしてこい。こんな新しいもんですからダメだよ。どこの家にもいるような暦を一手に引き受ける金のなる木を持ったようなもんや。大名も町人も不景気で青息吐息やそうやな。このお宅は結構やな。今度の将軍家は主人には忠義、親には孝行とやらやかましいが、風や食わずでは人倫の道もないもんですな。もえさん、久手様の御用で起きてほしいと言うとあります。金蘭の見本やったらな、お店の2番目の2番目のな、棚に入ったのをお見せしたらええね。あれはもえじゃないと分かりまへん。起きとくれやす。起きとくれやすな。はよ。しょうがないな。よいしょ。おさん。おさん。おさん。まあ兄さん、こんなとこからどないしはったんです？一緒に殿は？お留守やけど。そうか。頼みやる。聞いてくれ。あっちから上がる。おさん、他でもないんやけどお越しです。銀5貫目3日のうちに都合つけてくれんか。そない急に。また下福町か島原で使うたお金でっしゃろ。違うねって。家を質に入れてしもたその金の利子に詰まって。下田町の家を質に。そうやね。お賢秀やお城方に貸した金は返ってけへんし、商いの手元にも困ってしまうし、人から預かった7貫目をその金の利子に入れてしもたんや。なあ、頼む。なんとかしてくれ。7貫のうち2貫はできたんやけど、あとの5貫に困ってんねん。3日のうちに返せなんだらわしは牢へ入らんな。金土ラッシュもない。そんな向こう水な真似をして。お家様、なんよ、岐阜屋のお母さんが起こしやしたんですけど。わしが来たことはお母に言わんといてくれよ。明日来る。頼むな。のお母さんが食べたさかい奥の方ちょっと頼め。勝手なことばっかり言うてる。何やもへさんを亭主扱いにして。もへさんはおたぬちゃんのことどない思ってはんだろうな。心配か？ほなもへさんに聞いてみたらええ。おかえさんはできましたえ？すまんな。なんだ起きてたらいかんやないか。なんやかんやとな。
そばについててあげたいんだけど、岐阜屋のお母さんが見えてはりますのでな。お家様が？へえ。おたまと岐阜屋様に何ぞ変わった様子はないか？さあ知らんけど。さあお上がり。冷めんうちにはよう。へえ。へえ。ならまた後でな。おおきに。いけずやな。兄に返しがないと言えばそれまでやけれど、お父さんが亡くならはってからはな、どうしても侮られがちで、私も散々怒ったものの、あの子を牢屋入れるようなことになっては岐阜屋の家に傷がつく。それではご先祖に対して申し訳がない。第一商いの仲間入りができやんなるのでな。もうたびたびな無心で言いにくいことやねんけど、もういっぺんだけ一瞬殿にお願いしてみておくれやないか。話してはみますけど、お嫁に来る時も来てからもお金の話が大変のでつろうて。おかえりやす。おかえりやす。おかえりなさい。おかえりなさい。関白様の掛け軸はどうして今日中に仕上がるか？もう兵が風邪で今朝から寝込んでおりますので。起こしてやらせよ。わしは明日お渡しすると約束したのよ。宿屋は関白様とご一緒で。おけしもこの裏付き合いようになった。わしらの酒でもおごられるとなんぼでも飲む。おかえりやす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 。おさんはどうして？岐阜屋のお母様がお見えになってはりますので。そうか。おかえりやす。おかえりやす。おかえりなさいませ。枕。どうや考えたか？話しとくれやす。お許し願います。まだ言うてる。ちとは損得を考えてみ。蓋をやまない身寄りもないお前に家まで持たせてやろうと言うねん。そやかて私はもう今のままで結構でございます。お前はようてもわしがすまん。ほんまは夫婦の約束をしたものがありますので。何？嘘言え。いえ、嘘と違います。誰や？言うてみ。出任せは聞かんぞ。誰や？茂平さんです。茂平？ほんまにもう眠らでおいでくださいませんようにお願いいたします。良い返事を聞くまでは何遍でも忍んでいく。お帰りなされませ。お出迎えもせんとすまんことでした。ああ、くたびれた。夜通し関白様の酒の相手じゃ。で、岐阜屋の母はもういいんだんか？はい。なぜ用があってきたんか？はい。金の虫になることはあるぞ。いいえ、ちょっとご近所まで来たので。あ、そういえば助右衛門から聞いたが、お前フェア長の姉に金の工面受け負うたそうやな。それはお前様のお姉さんのお頼みでした。いや、たとえ兄弟でも断る。わしはせんのじゃ。
まあ茂平さんもうええのか？うん、もう大丈夫や。仕事してるから体がシャンとする。ほんまか？なんや、どないして覚えたんや。さあもう始終見てるわ。教授職人の嫁にでもなるつもりか。そうや。どないして。すんまへんけどな、もし旦那様が私のことを茂平さんに聞かはったらその場だけでええの。夫婦約束をしたって言うとくれやすな。そんなことお前。それがこの頃嫌なことばっかりお言いやすのでもう逃げようがないようになってしまって。旦那様が？うん。それは困る。他のことなら聞くが嘘のことは困るが。あるうちはやめることもできへんし。それが務めやがな。なら旦那様の言う通りになれて言わはんの？それは違う。お家様に申し上げようかと何本も思ったけど。それはいかん。そんなこと言うたら大騒動になる。第一、お家様がお気の毒や。なあ、とにかくお家のためを思ったら誰にも傷がつかんようにしっかり腹に収めて辛抱するのがお子人の務めな。ごをこしてんの忘れたらいかんで。ええか？ええな。ちょっとみんな踏み物の引き回しが表通るようで。あらよ、お前おいで、みんな来てみだ。引き回しどんなしたんやね。引き回しはここやん。きれいな小物ちゃん。お武家の奥様が誇りとか。俺来た来たそこや。どけ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 おいどけどけこれからああだうして貼り付けにかかって晒し者にされんねん。本人だけやない家の恥や。女子のすることも恐ろしい。武家が不義者を成敗することできなんだら家は取り潰しや。あんなさましめに遭うくらいならいっそご主人に撃たれてしもった方がええのに。あ、茂平起きたりしてもうええのか？勝手をいたしましておかげさまで。そうか。お家様、牛屋様がおいでになっておりましたが、なんぞご心配がおありになんと違いますか？なんでそんなことを。いや何にもない。茂平さん、男はどんなみだらなまねもできるのに普段は同じことしたらなんで貼り付けになんねやろ。片手打ちの話やな。これめったなこといいな。そやかて何も貼り付けにせんかってやないの。人を殺したりお金盗んだと違うのに。ほんまや、あんなんかわいそうや。茂平さんかわいそうやと思わへんのか？そりゃかわいそうや。気の毒やと思うけど人の道を踏み外したらいかん。それがご政道の決まりやな。
すまんな。温かいもんこしらえてきたんやたい。なんや。卵だけや。さあ、早う上がり。あ、おおきに。もへもへできたか。とにかく仕上げた。夜通しはご苦労やったな。旦那様にお目通しを。ちょうど男で関白様に出かける。わしからお見せしとく。あとは頼んだぞ。小嫁は夕方までに片付けてくれ。はい。もへもへ。え？ご用でございますか？昨日岐阜屋のことを心配してくれていたようやが、それについて頼みたいことがあるのや。ちょっと来ておくれ。こんな里の恥を話しとうはないのやけど。さようでございますか。岐阜屋さんもお気が小さい。商人にはそのぐらいのことありがちでございます。それでいかほどご入用で？あと5貫目さえあったら。何や、私はまた50貫か100貫のお話かと思いました。そない言うけど、私がここへ来るについてもお金の引け目があったので、旦那様にはつい申し上げにくうて。よう存じております。おこしれの裁量をいたしましたもへでございます。まあお任せを願います。無理なことをしてくれては困る。いえ、ご心配はいりません。お家様のためにすることはつまりは大教授のお家のためでございます。何とでもしてお整えいたします。お前に頼めばきっと聞いてくれると思うたけど、こないに気安い引き受けてくれるとは思わなんだ。おおきにおおきに。そんな。おかえりやす。おかえりやす。良い出来やと関白様のお気に入った。さようでございますか。お、風はどうやと無理をすんなよ。ありがとうございます。まあ手代になった子にしても大事な仕事のできんのはお前だけやからな。明日の献上暦と目録でございます。お目通しを。おお、そうかそうか。それから江戸の為替の受け取りをいたしたいと存じますので、ご印判を。おお、よしよし。ああ、待って。それは何や。
おかえり。ご機嫌やな。何やこれ。江戸の為替の受け取りしてたんや。この白紙に押したのは何や。5貫目ほどのっぴきなら入りようがあって旦那の名代で金が借りたい。この月中には返す当てがあんない。20日ほどの間目つぶっててな頼む。何人いるのや。それは期間とおいてな。江戸の為替の5貫や6貫はいつもお前と相談で融通つけてるやないか。ことによっては身のふりもするが白紙に詩人の印判をして訳は言わんでは通らんぞ。言えるもんなら初めからお前に打ち明ける。なあ頼む見逃して。よし分かった。そこへ7貫目と書け。2貫目は見逃し料や。助もこれはそういう筋合いの金たちが俺は後で何とでもするがな。もうへえ、それはお前えらいことやっとるんやぞ。一つ間違うたら防犯の罪になるんやぞ。よう考えたらどうや。旦那はんやお家はんに受けがええと思って甘えてたらあかんぞ。そうや悪かった。わしはいかんかった。旦那さんにお詫びして改めてお願いしよう。おお待てもうや。何や。せやからわしのいいようにしたらええねん。いやもうや。何やと5貫目のことでもあり。5貫目のことは何や。たとえ5貫目であろうが見たいってもんであろうが真の勘や。何ていうことか。訳を言え。訳はお許し願います。どうしてもいる金でございます。訳も言わずにただ割って済むことか。職人から今日までなったのは誰のおかげと思ってんねや。目をかけてやった恩を忘れ去って惚れた者の水でもしょうてんのか。めそもない茶屋ののれんなどこぐったことのない茂兵でございます。茂兵の日頃をもってご推理を願います。どうしたのでございます。旦那の印判を白紙に押したんでございますよ。どこまでも訴状しちゃって。よし出るところ出て口を出せ。さあそこへ。旦那様、それは私が。旦那様、お許し願います。私が頼んだんでございます。何のために頼んだい。岡崎におります私の字が浪人の暮らしに辛抱ができず借金に苦しめられ腹を切らんならんと言いますので、それで私が茂平さんにお頼みしたんでございます。お前ら密していたんやな。いいえ、そんな。ただの中の者がこんな大それたことをするか。旦那様、お玉の身の上の思いやつい出来心でしたことでございましょう。私からもお詫びいたします。どうぞ了見してやってください。いやこいつは不良じゃ。それに違いない。そんなことをおっしゃったんでは私はともかくお玉はこれからまだ嫁入り前の身でかわいそうでございます。言うな。はいまだつけろ。裏の前でも振り込んでくる。明日知らせや。お玉を外に出したらなわしは出かけ今夜帰りは遅なる。お玉を茂平と決してそんなに立ちはするようなものではございません。じゃあお前ですこっちは。お許し願います。わしの言うこと聞いてたらええな。せっかく今日まで勤めてきたものを棒に振ってどうする気や。お互いの年頃になったら旦那はのれんを分ける金を惜しんで何ぞケチをつけて掘り出そう思って待っとんやろ。そこへまんまと自分からはまり込んでいきやがってからにアホなやっちゃう。お前らしっかり見張っとるんやぞ。茂平さん、お家様が内緒でこれを。お家様。ええ。そうか。おおきに。
お家様、こんなむさ苦しいところへ。昼間のお礼を言いに来たのや。あれは皆私から出たことや。許しておくれ。お家様から知らなんだのか？茂平が好きなんやな。そんなこと。旦那様には私からよう申し上げて許してもろってあげる。いいえ、旦那様、お許しくださいませ。なんでや？お家様にご心配をかけるのがつろうて黙っていたのでございますが、実は旦那様が。旦那様が？子育てをこうてある家も持たすなどと言っていやらしいお仕打ちをなさいますので、もう黙りかねて茂平さんと夫婦の約束をしたと嘘を申し上げました。それを根に持ってあんなこと。何やって？こんな弱みをこしらえといて、きっと今晩もここへおいでになるに違いございません。ここへ？お前の寝前忍んでくる？ほんまか、そんなこと。これまでに何遍よう。それで人を不義の三つの責められたもんや。身内の難儀には一文のお金も出し渋りながらお前に家を持たす。島地着物見扱いか。これいつまで起きてねえや。今まで気ぃつけや。お玉だ。わしや。もええ。さっきはよう言い訳をしてくれた。あれでおさん様もお助かりになった。声立てんの。わしはこのうちを見返に行った。ここを立ち退く。一言礼が言いたと言ったね。しかし茂平。お家様、どうしてこんなところに。お玉から聞いたやろ。あんまり踏みつけたなされ方やから旦那様を待ち伏せてご意見もし、お前もお玉も助けたいのや。お玉が申しましたか。茂平、お前
家を出ていくのか？はい。このまま突き出されたのでは岐阜屋様のお金が間に合いません。ここを立ち退いて何としてでも岐阜屋様へお届けいたします。こうなってもまだそれを思っていてくれるのか？私の士族内の償いはいたしませんと。もうええ。私からよう旦那様にお願いする。お家様がどのようにおっしゃいましてもお許しになるような旦那様ではございません。参ります。けどな、出世前のお前をこんな難儀に陥れたままでは。これ飲み合いや、このアホったら。これ大きいんかい。お家様、起きてくださいませ。お家様、お家様、もう部が逃げました。起きてくださいませ。お家様、お家様、おたん、おら何じゃ。いいよ、行ったらいかん。お止めにならないで。裏の納屋へ戻ってもうしばらく辛抱して様子を見ていておくれ。もうそれをおっしゃいまするな。頼むよ、お家さん、お止めにならないで。もういい。待て、もういい。どうぞお信じになってくださいませ。決して嘘を言うているのはございません。言い訳は何もでもできる。第一何のために奉公人の部屋へ出向いた。それですから、それは旦那様にご意見を申し上げるつもりでした。ただ申し上げただけではお聞き入れでないと思いましたので。わしへの意見ならなんでここでせん。その当てつけに間をとくしたんか。これだけ申し上げても聞き入れてくださらんのな。仕方がございます。さん。大教授の苗木としてどうすんのが道かよく考えね。旦那様、どうしたの。あ、旦那、どうやった。見つかりません。よう探したんか。この辺りを調べつぶしに探しました。大勢行ってよう捕まえるのか。どういたしましょまあとにかく今晩のことは誰にも喋らんように余裕とけ。ええか。しかし逃げた者の口は止められません。あいつはわしの印判を盗んだとかで引っくくんねや。お届けすんねや。どうもおかしいと思っておりましたらもうええなやつ。やっぱりお家様のためにしくさったのでございますな。けどまたこうなるまで二人のことを誰も気づかなんだとはうまいことを追ってきたもんでございますな。余計なこと喋ってんぞ。はよお家中歌ってくれ。何をグズグズしてんねん。入ってくれ。
さあお家様。もういい。どうなされました？もうあの家に糸ないのよ。もしお家様。本当に私を女房と思うなら聞き分けてくださるはずや。どんなお人かよう分かった。何も知らずにいた私がどうやって。お家様。お家様、不義の三つのとおっしゃいましても短気な旦那様の思い違いでございますから、まあとにかく今夜のところは下立売りのお砂糖を行きなされませ。お供いたしましょう。いやいや、下立売りへも帰りとうない。どこぞ遠いところへ行ってしまいたい。そんな。お前はどこへ行くつもりやった？大阪へ行くつもりでございました。大阪へ？岐阜屋様の金の工面もあります。大阪へ行けば何とかかき集められましょう。私も行く。連れて行っておくれ。めっそうなそんなことをいたしましてはまことの不義者にされてしまいます。貼り付け者でございますがな。そうやった。お前は行っておくれ。私は一人でどこへなと行く。そんなことをおっしゃったのでは私は行くにも行かれませんがな。そんなら私はどうしたらええのや。お家様、もし。ここから大阪へ下る船が出るのか？そうです。伏見もお稲荷さんより先へ来たのは初めてや。寒いな。ごめんやっしゃ。熱いお湯入れてきましたよってに。どうぞ。おねましかさせてもらいますさ。どうぞ。お前風邪は？風邪でございますか？びっくりしてどこかへ飛んでしまいました。これ何をすんねん。枕一つでね。私は別の部屋で休ませてもらう。暖かくしてあげてや。ご一緒違うたんだかいな。まあ手のそそつかしいこと堪忍だっせ。えらいことおやすみやす。もう一人で心細い。ここにいてて。めっそうなお家様と同じ部屋でなど。さあはよ横におなりなされませ。
人の運ほどわからんものはないな。たった一日の間にこんなことになってしまって。大きな弱いことをおっしゃいますが、明日のことはまた明日考えましょう。何もかも忘れて。さあ、はよお休みなされませ。私も休ませていただける。おやすみ。おやすみ。一日会わねば千日の思いに私はなあ、手間賃ばかり握って下請け泣かせの旦那やが初恋の祝儀だけは思い切ったおごりやな。ありがたがないでもこれぐらいのおごりは初恋の儲けから言うたら大会のひとしずくや。これを独り占めにして売り出してるおかげでこの寝台や。こうして三本に祀ってお祝いでもせんと目をにつけるわいな。そうやがな。今日はこのうちの正月や。三に参ると一遊打って出かけます。ほら。たまちゃん、もうあんまり気にせんときいな。あんた一人がぷよぷよしたかってどないにもならへんやないか。なあ、お家さんももへさんもきっと帰ってきはるってな。元気出しよし。な。大納言様、侍従様、それにお城方までわざわざお越しくださいまして、もう全く一門の誉れでございます。いやいや、普段世話になっているのじゃから、めでたい時には何を置いても来んことにはな。初暦を売り出した日が大教寺の正月というからおもてなしを楽しみにして寄せてもらうたようなことで。これはありがたい幸せでございます。イサン様がお見えになりました。お、イさんか。忙しいところようこそ来てくだされた。まずこんにちは。初ごよりもめでたく売り出され、いよいよご繁盛でおめでたいことで。いや、おおきに。さあ、ずっとこっちへ来なさい。院の教授をいたしておりますイさんでございます。そう。どうぞ私同様によろしくお引き立てのほどお願い申し上げます。お目覚え願います。さあ、座に直ります。おなじのお顔がお見えにならんようやが。いや、ちょっと里方の母が病気で帰したんや。おお、それは久しぶりでお美しいお顔を拝ませていただけると楽しんできましたが。いいさん杯を取らせよう。旦那さん、ちょっとごめんくださいませ。一瞬もだんだん大きくなるな、イさん。その代わり御所でだいぶ借金の利子に泣かされているものも増えています。なかなか抜け目のない方で私もあやかりたいと存じます。諸子代の方にも財布の紐をつかまれているのがいますぞ。それに近頃大阪で淀屋が町人の分に過ぎた贅沢をしたという咎で取り潰しになったそうでございますな。城の侍たちはだいぶ助かったと申しますが、大教授にその手は通じますまい。ごもっともごもっとも。岐阜屋様にも
ご親戚のどちらにも忍んでおいてのご様子がございません。これはもう言い合わせての駆け落ちに決まりました。それじゃすぐに街道筋へ出動やね。で見つけ出したらおさんだけ連れて戻る。しかしそれまでにお上の手でお縄になったらどういたしましょう。貼り付けになるのに自分たちから密室を白状するものもないやろうな。でも追い詰められたら何をするか分かりませんなかいな。それから早う行ってくれと言うてこりゃどうもこんな取り散らかしたとこへ。いやお願いがあるんじゃ。これを8巻目で世話してもらいたい。定価教や大教授の表層なら田舎の大名が喜んで買いやる。前の利子はこれからさっぴいてもらいたい。はい。ではどうぞ。恐縮恐縮。やっぱりほんまか。え？早いことご存知ですな。何を感心してるのや。うかうかしてたらこのうち潰れてしまう。こういう時は町人の方が気楽や。金利様御用諸役御免、名字対等および侍同様の格式、みんな邪魔や。どうしてもそういうことになりますか。訴え出てへんのやろ。またようやらんのやろ。なんせ旦那様は面目を気にしておられますので。こんな方言うてたら潰れてしまう。二人一緒に捕まったらどないするつもりや。まあそこでやな。このうちが潰れたら大教授の株はわしのところへ回らなしょうがない。わしが大教授や。するとわしの株は宙に浮くわなあ。どうやお前やる気あるか。私に院の教授を。あなた様の後私に。お前も一生手代で暮らすつもりはないやろ。その代わり働けよ。ええな。ご苦労やったな。はい。大事なお札さんやさかいに神棚あげといておくれ。へあげん。今の節回しはなかなか私どもでもああはいきまへん。いや出来でございました。ご当主はほんまにご器用でな。ご器用なのは極道だけどさ。そんなことないよ。いやほんまに毎度ご苦労はんでございます。もうお家様何をおっしゃりますやら、もうお稽古に出るうちも減る一方でしてな。さては私はまあ何でございますわ。こうしておたくさんの絵をお伺いさせていただけるってまあ言うたら極楽でございますな。極楽どころか地獄ですわ。もうここへも来てもらえんようになるかもわかりまへんで。気をつけになりまして。今日の傘は地獄？何が地獄や。お母さんは毎日好きなもん立って天神さんへおがんかけてんのに気なもんやなあんたは。ジタバタしたかって今さらしょうがないのよ。関白道あんたは得な人や。チンチンとつつんチンとつつんチンチンとつつんチンとつつんチンツンチンツンチ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 ン。お母はんもほとほと思案に尽きた。チンとつつんここの
ご主人は牢入りや。妹はおまけに嫁入り先でええのんこじられて飛び出してしまうよるし、家屋敷は取られてしまうし、岐阜屋のスタジオも申し分ないなお母はん。大教授がどんなこと言おうと私はほんまと思い、またそんな恐ろしいことのできるおさんやないがな。何言うねえお母はん、ぎょうさん金もろて30も年上の男にござんやるのが間違いのことや。そんなこと言うけど岐阜屋のためには変えられなんだんや。何度他のことで思い詰めたに違いない。どうぞ死んでくれたりしにゃええが。旦那さん、旦那さん、旦那さん。なんや、飛脚宿からこれが届きました。大阪からやそうでございます。分かった、あっち行って。おかん、おさんからや。この度兄様ご難儀につき去る方に頼み入り恩赦。この順に為替ご勘命を。おかん、おかん、これ金やで。兄さんが腕つきいかような取り沙汰のあるやもしれず、それところきっと取り沙汰ありなされ。この夫も母様にお紅葉くれぐれも頼み上げそろおかしくさ。おさん、大名人様、あの子大阪でどないしてんねやろ。おさん、おさん。どないしたのや。さあ、なんでございますよ。誰もいませんでした。いないか。よし、通れ。さあ、ありがとうございます。さあ、こういうの皆さん、通りましょう、通りましょう。何ですか。心配ない、心配ない。今日の大教授のうちのものの千やさな。さあ、通りましょう、通りましょう。分かった。おい、いないか。おい、確かに同じだったな。しかし、あの風景ではまさか大教授の女房ではあるまい。いや、わからん。防犯と聞いていたが、その上を不義を重ねた重大なトラブルだ。手にいましたら大変だ。諸次第より厳命を受けている。おい、はっ、お前ら探せ。近くに潜んでおるにそういない。旦那様がお訴えなされたに違いございません。どうしよう。このまま京へ入るなどとは思いもいりません。山越しで琵琶湖の方へ参りましょう。そこまで行ってあとはこうしてお役所の手配りがあってはどこまで逃げられると思います。やはりこっちしか逃げ道がない。この路地から街道へ出たに違いない。よし、市議会と京へおいで。それ捕らえられて恥ずかしめを受けるくらいならもう死んだ方がましや。お家様、何をおっしゃいます。確かにこの男に違いないな。ごめんやす。お調べでございます。
直家。忠兵衛と申します。妹の民でございます。大阪天満2丁目久兵衛棚やな。何の用で来た？日吉様へお参りに。そうか。この人相書きの通りじゃ。わしはここで見張ってるさかい。お前すまんけど番所まで走ってきてくれ。おい、急ぐんやぞ。感づかれました。おいでなさいませ。もう逃げられへん。こんな思いいつまでもしておない。生きて恥をさらすのは嫌や。もう死んでしまう。ごもっともです。参りましょう。お供いたします。おさんさん、お覚悟はよろしいございますな。私のためにお前をとうとう死なせるようなことにしてしまって許しておくれ。何をおっしゃいます。もへは喜んでお供するのでございます。今の際なら罰も当たりますまい。この世に心が残らぬよう一言お聞きくださいまし。もへは遠からあなた様をお慕い申しておりました。私を、さあしっかり捕まっておいでなされませ。さあおさん様どうなされました。お怒りになりました。悪うございました。お前の
今の一言で死ねんようになった。今さん何をおっしゃいます？死ぬのは嫌や。生きていたい。もういい。お呼びでございますか。こっちか、こっち。ずっとやれ、ずっと。お前すぐに片田へ行け。二人の死骸を探してくれ。諸子代の目垣様からお知らせがあったのや。琵琶湖へ身を投げたらしい。心中でございますか。わしはこれから諸子代へお礼がてら噂の広まらんようにお願いしてくる。見つけたらお産だけ引き離せ。抱きおて浮き上がったりしたらこうてやがん。ええな。早い行ってくれ。えらいこっちゃな。真珠やそうねで。ほんまやろか。噂だけと違うか。そうやかって抱きようて飛び込まはったの見たものがあるんやって。どうしたんやたまちゃん。もへいさんを道連れにしたお家様が恨めしいんと違うんか。恨めしいお家様。ほっといて、黙ってて。死骸が一緒に上がっても手をつけるなよ。お上のお咎めを受けるぞ。ええな。必ずそのままそっと上げるんやぞ。ええか。引き離したらあかんぞ。ええな。ええ天気やな。ああ、これから気合い出るのか。今夜は下が泊まりや。娘の嫁入り先があるでな。そうやった。まあしっかり稼いだ。ああ、気に。ちょっとここ借りるぞ。へいへい、開けておくれ。どうしなすったんじゃ。足を痛めてな、道がはかどらんので弱っているのや。足を。ああ、くじいたよな。かわいそうに。なれん旅らしいで無理もないわ。困ったな。あ、薬がある。つけとかんがい。ありがたい。分けておくれ。こっち行きなさい。くれる間に下まで行けるやろうか。さあ、3にはたっぷりあるぜな。おさんさん、中入りましょう。今夜はここで泊めてもらうように頼んでます。野宿ばかりでは体も止まりません。あ、おばさん、今晩一晩泊めてもらえんやろうか。ええともええとも。ほなちょっと行ってきますわ。よかった。ちょっと我慢なされます。
おすすめいたしましょこないに来たのなってしもうて。はようきれいに言うてみたい。何をおかけして申し訳ございません。私の足が弱いので迷惑をかけるけど、こないな楽しい旅はないのや。ほんまに嬉しいと思ってる。佐賀村の考察ではお上が探しているのは私一人と分かりました。お三様のことは内々になさるおつもりに違いございません。何を言い出すのや。遅なってしもて。これよーく薬でな。さあ大事なのね。すみません。どこやどこや。それかそれかやし。いいね。土の上を踏んだこともないような足やな。でどこ行きなさんだよ。桐戸の文殊様へお参りに。楽しみなこっちゃ。どこや。ここか。連れさんはどうしたんよ。私のために苦労をかけ申して申し訳ございません。おさん様、大教授お帰りなさいます。旦那様も喜んで迎えてくださいます。どうぞどうぞ帰ってください。私お前なくて生きていけると思ってるのか。お前はもうここにやない。私の夫よ、旦那様よ。悪うございました。悪うございました。もうそば離れません。もう離れません。ここにおって私も浪人で失速はしているが、これに金の心配をさせるほど老いぼれてもおらん。購買に思いをかけ、よしない偽りを申し立て、皆の衆に迷惑をかけ、まことに申し訳がない次第じゃ。さあ、お玉、ご挨拶せんか。長いことお世話さんになります。このお家を恨んだら筋が違うぞ。ええな。みんなお前の胸に覚えのあることや。失礼いたします。注文する。お
たまちゃん、頼り遅れや。体に気ぃつけないよ。元気。おたまちゃん。ごめんや。毎年売りに来る丹波の栗や栗買うとくれんか。山の芋もあるんや。びっくりせやんか。今な、お家様がお留守やね。また今度目にしとくれな。お家様はお留守か。はあ、それじゃあやっぱりあれがそうやったな。え、お家様におたんか。ほんまか。うん、佐賀の奥の愛宕さんの近くで会うたのが確かにそうやった。お家様お一人か。いや、うちの手代と一緒やなかったか。そうや、一緒やった。えらいこっちゃ。難儀なことになったな。旦那様、旦那様、生きております。二人は生きております。死んではおりません。栗売りが昨日頭の麓で会うたと言っております。生きとったか。ほな、やっぱりモヘの実家に立ち回るに違いない。すぐに人を連れて行ってくれ。おさんだけ連れて戻んないで、モヘはそこへ止めおいて、向こうの役人に役を頼んでね。分かってます。ではすぐに。生きとったか。誰や。わしや、わしや。誰や。わしや。お父ちゃん。わしはお前のようなものは知らんぞ。もうええやん。わしのせがれはお上のお手を煩わすような情けないやつじゃないわい。もうお上の手が回っているのか。村の衆の迷惑も考えんと何しに来たんや。野良犬みたいななりしやがって。わしのせがれはご主人を大事に奉公しているはずや。もへ行きましょう。せっかくここまで来たのに。夜道に道悩んで困ってるなら裏に小屋がある。勝手に開けて入れ。はい、行け。よいしょ。おさんさん、ここもやっぱり安心とできる場所ではありませんなんだ。そうやったな。ここへ泊まったら夜が明けんうちに立ち退いておくれ。悪いことをしたには訳もあろうが、親の目の前で捕まるようなことはするなよ。さあ早く食え。
さあ明日の弁当もこしらえてある。おさんさん、子供の頃この竹やぶ生きては京へ出て早う出世がしたいと夢にまで思ったものでございます。こんな小屋でもよい。いつまでもお前と無事にこうしていた。源兵衛、お源兵衛。入れ。昨日も言うた通り、茂平をかくもうたら親子同罪やぞ。二人の姿は確かに見たと街道筋ではみんな言ってるねん。ここへ来たに違いない。隠しても無駄やぞ。その上村中がきついお咎めを受けるね。そんな迷惑をかけても知らん顔で済ますつもりか。お前は大教授の伝授を預かる小作人と違うか。お前のせがれのためにご主人の家が難儀に放っていはんのやで。その大恩あるご主人がどうなってもええのか。よく考えてみな。茂平の罪はな、京へ戻ってお願い申し助けてやるから。親が嫌はるなら正直に言うてくれ。お前は主従の道に背いてもええのか。人間ならできるこっちゃない。恐ろしいこっちゃ。道になりたいのか。申し訳ございません。いるのやな。はい。おじい様、起きてください、おじい様。何をするねん。おじいさん、お大さんにつけろ。おい、帰った。春の心の花と見て忘れおナインが帰ってきたんなら茂平の方から何を言い出そうと取り直しようがある。さようでございますな。さよう。お願い申します。あれはどこまでも岐阜屋におりましたことにして。よろしい。その代わりわしの方もよろしゅう頼む。おっしゃいますな。お名前はもう帳面にはございまさようか。せん。しかし我々の借金など大教授が安泰とあれば安すぎますぞ。恐れ入ります。院野教授の遺産が今度のことを取り上げて
あちらこちらとお内には不義者じゃと申して触れ回っているぞ。さいでございますか。普段旦那様のお世話になりながら人の災いを喜ぶなどとはひどいお方でございますな。もうええもうええ。いやこの上ともによろしゅうお頼み申します。いやお粗末様でした。いや結構結構おおきに。恐れ入ります。兄さんにお産を許してもうたんで縁の下の前で一生頭上がりまへんな。初めからそうやないかい。けどな、あんたも女房だけはええのもたんとあかんで。一つ取らせよ。あれはどうも。頂戴します。お父っつぁん逃がしてくれ。このままでは死にきれん。逃げてどうするね。お前はご主人のご内儀に思いをかけられるような身分やない。いつまでも拉致もないことを言うな。お父っつぁんにはわしの心がわからん。わからんで幸せや。それ明日お前を今日から受け取りの役人衆が見える。ほんまか。ほんまや。こんなせがれを持ったのも親の因果や。この不幸者の目がみっともない真似をするじゃないぞ。ええか。さあはよ生き腐れ。そないにだだこねてお母さんを困らしてないな。大行事帰らんちゅうてそんならお前は一体どうするつもりや。当たり前やったら重ねておいて4つになるところを許してもうたやないか。今度怒らしてしもたらもう取り返しがつかへんがな。もうそうせめんとおいておくれ。おかはんな、あんたの気持ちよ分かりますせ。けどな、もへはお縄になったんや。大教授や岐阜屋のため思うて言うのと違いますせ。過ぎたことを忘れてしもうて大教授へ帰ることが一番あんたの身のためやと思う。私もまた一瞬殿に会うて言うだけのこと言うてあんたの身をかぼうてあげる。ええな、分かったな。これだけ言うてもうたわ。もうええやろ。さあ帰ってくれ。もうよう分かってるやろ。さあすぐ帰ってくれ。おさん、お家様、今さらここへ出て来られた私ではございません。分かってる。ここでは話ができる。とにかく上へ上がっておくれ。お上がり。
もうお目にかかれないものと諦めておりました。どんなことがあってもうお前のそばを離れる。どこにもやられる。何にもないのやで。まあこれなと飲んで体を温めとおくれ。お騒がせして申し訳ございません。しかし茂平さん、あんたこんな危ないことをしてこれから先どうするつもりや。なんぼ思いをててもこうなってしもたらな。はい。けどな、こうして一目会うたら二人とも気が済んだやろ。なあ茂平さん、あんたは今日立ち退いた方がいい。そうしとおくれ。これは少ないがの銀や。持っていっとおくれ。お母さん、茂平一人をやることはできまへん。何を言うてますの。お前たちはご主人の家ばかりやなしにこの家まで潰してしまうつもりか。そんな恐ろしい気持ちで訪ねてくれたんやないやろな茂平さん。おさん様、お連れ申しに参りました。そんな無法なこと、無法じゃ。同期、同期、同期。茂平さん、あんたが一人で名乗って出ておくれ。そうしたらみんな助かるのや。真実をさ表いてくれんならどうぞそうしてやっとくれ。頼みます。もう私も一旦はそう思いました。どうぞお許しくださりませ。ここやな。おかん、嫌やないか。おさん、おさん、逃げるんだな。スケモン、スケモン。おさん。まだ取ってくれ。おさん、おさん、おさん、おさん。あ、いい瞬だ。あんたご存じないのか。雇い人の茂平がお縄を受けたこと。捕まったか。ところがな、こちらのお内儀おさん殿もご一緒だというので。おさんも。で、お内儀をこちらへ連れ戻そうとなされたが、どうしても茂平のそばを離れられん。二人は不義密通の罪を犯したと白状なすったそうな。不義密通の罪をな。一瞬殿、何やあんたからはお訴えが出てなかったそうやありまへんか。もっともお美しいお家はんやからな。お情けもかかったんやろうが。旦那様、一緒次第からお役人がお見えでございます。丁寧にご案内せえ。遺産殿、失礼やけどこの取り込んでいる。これからどうもそんなところへお邪魔してしもうて申し訳ない。
前に直れ。大教寺一春右の者臨死頂戴諸時代下事上愛渡りたるところ妻三義手代模兵と三ついたせるほか出所に大ばざる段不届き至極につき追放の上結所申し作るものな。ご威勢のよかった。これほどのお家が取り潰しになるなんて。それに旦那はんは追放助右衛門さんまで所払いになってしもてな。ほんまや。まるで夢のような話やな。なあ、助右衛門さんはなんで罪になったんや？番頭さんとして家の取り締まりがつかなんだからやそうな。あ、お二人とも心がねじけてるのやからこうなんのが当たり前やな。ほんまやな。引き回しや。引き回し。お家さんのあんな明るいお顔見たことがない。茂平さんも晴れ晴れした顔色でほんまにこれから死なはんねやろか。